こんな旅してみたい。この街の本当の姿を知っていますか？インド・バラナシ、村の子供たちに手を振って旧市街へと戻ります。街は夕暮れ、今日がその終わりへとスピードを上げていきます。大きな交差点で最初のトゥクトゥクに乗り込み、ガンジスに架かる橋へと向かいます。それを渡りきる頃には太陽は西の空へと姿を消し、辺りには少しずつ夜の気配があふれてきました。この街を包む混沌はその輪郭をあらわにしていきます。さあ、バラナシの古い街へと向かいましょう。ここからは完全ノーカット。この街の歴史を語り合いながらのトゥクトゥクの旅が始まります。さて、ガンジス川を西へ渡ったところでトゥクトゥクを乗り換えます。目指すのはバラナシ旧市街ゴーダウリアロードの交差点です。バラナシのトゥクトゥクは基本的に乗り合い、走り出した後もドライバーさんはゴーダウリア方面に向かう人を探します。ゴーダウリアロードまでの道のりはおよそ25分。トゥクトゥクのリアシートに身を沈めて夜のバラナシのドライブを楽しみましょう。ドライバーさんはゴーダウリア、ゴーダウリアと叫びながらアクセルをひねります。इधर से चलेंगे पांडे होली मोड़ को गली में से चलेंगे। हाँ इधर की गाड़ी आगे नहीं मिलेगी आपको। हिल बंडेश्वर पार्क जाना है तो उसे चलेगा।バラナシという街は少し不思議な場所です。時間が流れているのか、それとも止まっているのか、だんだんわからなくなってきます。バラナシは歴史よりも古く、伝統よりも古く、伝説よりもさらに古い。その昔、作家のマーク・トウェインが残した言葉です。大げさなようで、けれどここにいると、その言葉の意味が少しだけわかる気がします。インド北部、ガンジス川のほとり。この町は3000年以上人が途切れずに暮らしてきた場所だと言われています。けれどこの町の本質は古さではない、そんな気がするのです。ここには変わらない何かがあります。
この町バラナシの古い呼び名はカシ。それは光の町という意味を持ちます。けれどただの明るさではなく、人の意識を少しだけ外側へ開いていく場所、そんな意味合いです。この町はただの都市ではなく、一つの装置のように作られていたとも言われています。古代のバラナシに存在していたとされる無数の祠、その数はヨガにおける人体のエネルギーの通り道ナーディの数と一致していたという説があります。人の体におけるエネルギーの流れをそのままマッピングして作られた都市、人類を宇宙の根源的なエネルギーに接続するために意図的に設計された都市、それが古代のバラナシだと考える人もいるのです。信じるかどうかは人それぞれですが、この街の空気に触れていると完全には否定できない気もしてきます。いつの間にかトゥクトゥクは BHU ランカ通りを走っています。すっかり日の暮れたバラナシ、街の明かりが夜を照らします。夜のドライブはまだ続きます。ガンジスにつかず離れず、そっと寄り添うように伸びる道を北へと登っていきます。トゥクトゥクは BHU ランカ通りからアッシーロードへとハンドルを切ります。この町では生と命の終わりとがあまりにも近い場所にあります。この先にある火葬場では今この瞬間もダビの炎が燃え続けています。けれどここでは命の終焉は終わりではありません。むしろ一つの通過点のように扱われています。ヒンドゥーの考え方では人は何度も生まれ変わるとされます。その終わりのない輪廻から抜け出すことを解脱と呼び、人々はその境地を目指して生きています。そしてこの町バラナシで人生を終えることで、その境地へ至ることができると信じられているのです。なぜならこの地の神であるシバが最後に言葉を与え、魂を解き放つとされているからです。もちろん全てがそんなに簡単ではないとも言われています。人はそれまでの行いと無縁ではいられない。どこかでその報いと向き合うことになる。それでもこの町には終わりのその先を見つめる哲学があるのです。深夜のバラナシを一人で歩いたことがあります。
その夜は眠れなくて、ただ路地を抜けていきました。火葬場の横を通って細い階段を登っていく途中で、一人の女性に出会いました。黒い服に身を包み、眼差しは鋭く、どこかこの街の夜に溶け込んでいるような人でした。この人はただものではない。出会った瞬間にそう思ってしまいました。嘘か誠か、この町には魔女がいる。そんな噂を聞いたばかりでした。真偽はさておき、バラナシの深い夜と静かな気配と、その人がまとう空気は、そんな噂すら真実と思わせるには十分でした。だから思い切って尋ねました。あなたは何者ですか？すると彼女は何度もこうつぶやくのです。サットビク・ラジャシク・タマシク。サットビク・ラジャシク・タマシク。人は3つの性質でできている。その3つとは、澄んだ水、激しく流れる水、よどんだ水。そのどの状態でいるかで人は決まるのだと。その後彼女は石段の途中の赤い壁の前で立ち止まってこう言いました。この向こうには瞑想を続けたまま命を終えたサドゥが今もなお座っている。私は尋ねました。その方は下脱に至ったのですか？彼女は答えました。それは本人に聞いてみなさい。彼女はそのまま階段を上り、暗い路地に消えていきましたが、最後にこう言った気がしたのです。答えは探さず、心を選びなさい。あの夜、カメラを宿に置いてきたことを最初は少し後悔しました。でも今はそれでよかったと思っています。撮れなかったから消えなかった。そして今もあの不思議な夜の余韻は私の中で続いています。この街で過ごしているとふと不思議になることがあります。祈りのすぐ隣でクラクションがけたたましく響く。聖なる川では洗濯物がしぶきを上げ、屋台の湯気のすぐそばを葬列が通り過ぎる。静けさと喧騒、祈りと暮らし、清らかなものとどこか雑多なもの。本来ならば別々の場所に置かれていそうなものたちが、この街ではごく自然に隣り合っています。けれどバラナシはそれを無理に隔てようとはしません。隔てないまま、混ざり合ったまま、そのままで世界を成り立たせているのです。だからこそこの街には整いすぎた場所にはないむき出しの真実のようなものが残っているのかもしれません。バラナシは何度も破壊されてきた町でもあります。寺院が壊され、また作られ、歴史の中で何度も姿を変えてきました。けれどそれでも
完全に消えることはなかったのです。それはなぜでしょうか。きっと本当に大切なのは形ではなかったからだと思います。建物ではなく人の中に息づくもの、それがこの街を残し続けてきた、そんな気がするのです。この街にはさまざまな人々が暮らしています。命の終わりと向き合い、それを避けるのではなく、あえて近づいていく人たち。普通なら避けたくなるものを受け入れる。好きと嫌い、美と汚れ、善と悪、相反するもの、それらの境界を越えていこうとする。この街はどんな価値観も否定しません。すべてを飲み込んでくれるのです。それがバラナシという場所です。けれどこの町のことを本当に理解できているのかと聞かれたら、正直よくわかりません。命の終わりを見つめながら人は笑い、祈りのすぐそばでいつもの暮らしが続いていく。そのすべてを私はまだうまく言葉にできません。でもわからないままでもなぜか惹かれてしまうのです。きっとこの街は答えを与えてくれる場所ではなく、問いを残していく場所なのだと思います。そしてその問いは旅が終わった後も静かに心の中に残り続けるのです。バラナシは決して分かりやすくて優しい街ではありません。混沌があり、匂いがあり、喧騒があり、時には戸惑うような光景にも出会います。けれどそれでも人はこの街に惹かれ、何度も帰ってくるのです。それはきっとここに来れば生きることの輪郭がおぼろげながらでも見えてくるからかもしれません。美しいものだけではなく、目を背けたくなるものも含めて全てがここにはあります。そしてこの街はその全部を抱えたまま、今日も静かにここにあり続けているのです。この街は割り切れるものなど何一つないのだと教えてくれます。人は祈りながら迷っている。手を合わせながら欲を持っている。命の終わりを見つめながら今日の暮らしを生きている。清らかさだけでもなく弱さだけでもない。その両方を抱えたまま、それでも人は生きていく。バラナシはそんな人間の矛盾を責めることなく、ただ眺めています。だからこそこの街には息苦しさがないのかもしれません。立派でなくてもいい、迷いがあってもいい、
揺らいだままでもいい。この街にはそんな静かな許しのようなものが流れている気がするのです。車窓を流れていく夜のバラナシの街を眺めながらそんなことを考えている間に、トゥクトゥクはすでにゴーダウリアロードを走っているようです。太陽がすっかり沈んだ闇を路肩のお店の光が照らしています。道を行く人、バイク、自転車に車、陸車にトゥクトゥク、どこか心地の良い混沌がさらにその輪郭を際立たせながらバラナシの街を包んでいます。旧市街の細い路地へと続く目的の交差点はもうすぐそこです。バラナシにいると時間がまっすぐには流れていない気がしてきます。朝が来て昼が過ぎて夜になる、そんな当たり前のことでさえここでは少し違って見えるのです。何千年も前から続いてきた祈りが今日という一日の中に何の違和感もなく息づいている。遠い昔の出来事と今目の前にある暮らしとがこの街では同じ地平に並んでいます。過去は過ぎ去ったものではなく、今もこの街の中に流れている。だからこそここにいると時間が進んでいるのか、それとも深まっているのかわからなくなるのかもしれません。この街はただ古いのではなく、時間そのものを抱えたまま生きているような気がするのです。ゴーダウリアロードはいつでも混み合っています。旅人たちが他の町からやってきて最初にこの地に触れる場所、そしてまた次の場所へ向かうとき最後にその足を離す場所です。この町の入り口であり出口、もし輪廻にほんのひとときの切れ目があるのだとしたら、この通りはまさにその境目なのかもしれません。夜はさらに深まっていきます。けれどこの町はまだ眠ることはなく、その喧騒を響かせています。そんな中をトゥクトゥクは滑るように走っていきます。インド・バラナシ、3000年も続く街、変わり続ける世界の中で変わらないものがここにはあります。それは場所ではなくて、建物でもなくて、見てくれでもなくて、ここに暮らす人々のあり方そのものなのかもしれません。そんな人々の毎日をこの街は静かに包み込んでいます。トゥクトゥクはさまざまな一期一会を重ねながら今日もこの街を駆けていきます。
さて目的の交差点に到着しました。ここからは歩いて細い路地を目指します。